送迎でまずは小樽まで行きます。はい、次の目的地ある夜市に行くわけなんですけども、この右の方、口屋行きに乗って移動するわけなんですけど、今11時、だいたい20分ぐらい、ちょうどいい電車がないわけですね。ですので今回は鉄道ではなく、こちらの高速バス、高速ではないんですけど、路線バスを使って夜市まで行くというわけです。さようなら小樽駅。はい、バスに揺られてたどり着いたのはこちらの日課ウイスキーの蒸留所でございます。ウイスキー大好きなんでね、いや一回来てみたかったんですよ。楽しみですね。では行ってみましょう。重要文化財、来ました来ました。では早速ね、樽があってね、テンションが上がるところでございます。やはりウイスキーといったらね、樽でございます。こちらの看板でね、記念撮影でもしますか。はい、時間まで少し余裕があるのでね、ちょっとビジターセンターとかで時間を潰しましょう。こちらがね、全体の地図で、私が今いるところがこちらかな、この辺で、ここからツアーが始まるわけですね。で、こちらに行くとレストランがあるわけですね。ちなみに写真撮影はできるんですけど、動画の撮影ができないらしいんですよね。見学中ね。今は別に動画回しても大丈夫なんですけども、なのでね、画像での紹介で、画像プラス私の口頭での紹介となります。はい、ご覧ください。こちらがですね、ウイスキーを日本に持ち込んだ神でございます。竹鶴さんです。基本的にね、モルトが主に原料として使われるんですけど、まず、モルトをね砕くわけです。でその後ね、そこにね水を含ませることで糖化するわけですね。甘いお砂糖の状態となります。でその後発酵させるわけですね。酵母を加えて、そちらと組み合わせてアルコールを作るわけです。でその後蒸留、熱を加えてね蒸気を溜めるわけでございます。そうするとね、アルコールが強くなるっていうわけですね。で樽を作って、そこで熟成すると、それで何年も何十年も時間をかけてウイスキーを作るわけでございます。でこちらはピートと呼ばれる燃料ですね。こちらを炊くことによってウイスキーにスモーキーな風味がつくことがございます。見学が始まる前にまずスライドショーで説明を受けました。まずは創業時の説明を受けることとなります。一年中通して冷涼で潮風の吹く余市町はウイスキー作りに最適だったようです。でそもそもウイスキーが何かというのは、穀物を糖化発酵し蒸留したものを木の樽で熟成したものということになります。余市蒸留所ではこの大麦バッグがモルトウイスキーを生産しているようです。で次に生産過程の話となります。この原料の二条大麦を発芽させる、こちらをモルティングと言います。こちらが後の工程に非常に重要な役割となります。次は麦芽を乾燥させる工程となります。
こちらのピートを炊くことによって香りをつけつつ乾燥させることができます。ここでピートか他の燃料を使うかによって後ほどのウイスキーの味に大きく影響します。香り付けした麦芽を試しに嗅がしてもらったんですよね。非常にスモーキーでしたね。これだけでウイスキーを飲んだ気になっているお客さんもいたぐらいです。この次は糖化となります。この糖化層、マッシュタンに水と麦を入れることによって麦汁、甘いお砂糖の状態、蜜の状態となることができます。ここで麦を発芽させておかないとこの麦汁の状態にできないそうです。この次は発酵の工程です。酵母を入れることによって麦汁を4日間かけてもろみにすることができます。アルコールを含んだ液体ですね。この後は蒸留という工程になります。火にかけて蒸気をまた液体に戻します。こうすることでアルコール度数が高くなっていくのです。はい、この後は見学が始まりまして、早速回りましたのはこの乾燥塔でございますね。こちらね、ピートでいぶして麦芽を乾燥させる施設ですね。今は使われていないんですけども、国の重要文化財として余市蒸留所のシンボルになっています。はい、こちらは粉砕糖化層ですね。こちら中身を見せてもらうことができたのでね、移していきます。はい、こちらが糖化層ですね。こちらで寝かせることによって麦芽を糖化させるというわけです。中にはこういう案内がありまして、糖化や前後の工程について説明がございました。ちなみに配管は地下にありまして、凍結を防ぐためだったのだそうです。北海道は寒いですからね、対策は必要です。こちらは旧事務所、国の重要文化財でございます。ウイスキー作りは何年もかかります。蒸留所出来たての時、商売でやってますので、それまでに何か打ってやりくりしなければいけません。そんな中、こちらではジュースを作って売っていたようです。日課という名前も当時の大日本果汁株式会社の名残だそうです。こちらは蒸留塔です。先ほどご紹介した蒸留という工程をする建物でございます。このようなポットスチールという装置にアルコールが含んだもろみを入れます。そしてアルコールの沸点が 78.37 度、水の沸点が100度であることを利用し、その間の温度を常に保つことで度数を高めていきます。余市蒸留所では石炭直火炊き蒸留にこだわっており、これを使うことでウイスキーがまろやかになるのだそうです。この日はちょうど石炭を入れる様子が見学できましたので、視聴者の皆さんにもお見せいたします。またこちらにある小さなポットスチールは開業当時に使っていたものであり、今では使われておらずシンボルとして展示してあるのだそうです。蒸留されたウイスキーはこちらの混和塔で樽に詰められるわけでございます。こちらはリタハウスと呼ばれる建物です。竹鶴正隆さんの奥さんであるリタさんが住んでたというわけではなく、ウイスキーの研究室として使われていたようです。今では老朽化で所々が歪み、人が立ち入ることができない状態なのだそうです。こちらは旧竹鶴邸、竹鶴さんが暮らしていた余市町の郊外のお家を移築したものだそうです。こちらは貯蔵庫です。樽詰めしたウイスキーをこちらで何年間も貯蔵することとなります。見学用に積んである展示の樽の中身はないですが、実際の貯蔵庫にはこのように貯蔵されているのだそうです。こちらの展示はウイスキーの熟成年数と色、そして量のサンプルです。長く貯蔵するほど液体に色がついてきます。右から詰めたて5年、10年熟成した状態なのだそうです。また熟成が進むと色以外に成分が揮発して量が減っていきます。この様子を天使の分け前、エンゼルズシェアというのだそうです。で、何年も貯蔵していくわけですから、第1、第2、第3とたくさんの貯蔵庫があります。さあ、見学の後はお待ちかね、試飲タイムでございます。こちらの無料試飲コーナーで試飲させていただきます。見学中は綺麗なお姉さんが案内をしてくれました。ご案内ありがとうございました。はい、というわけでお待ちかねの無料試飲でございますね。こちらのテイスティングチケットを見せることで、こちらのアップルワイン、スーパーニッカー、シングルモト、余市、それぞれいただけるそうです。いや楽しみですね。味見していきましょう。まずはね、シングルモト、余市、これから飲んでいきましょう。いい香りだ。
やはり感じるのは結構ピントの印象が強いんですけど、甘い柑橘系かな。オークエア結構柑橘系な、結構砂糖のような印象がありますね。美味しい。結構味の構成的には単純というかシンプルですね。美味しいです。次はスーパーニッカ。こちらはブレンデッドウイスキーですね。いただきます。かなり柔らかい香りがします。グレーンウイスキーが入ってるんでね、かなりさっきはシングルモルト余市は結構個性的な香りだったんですけども、こちらで結構飲みやすい感じになってますね。飲み口はかなりまろやかですね。で奥にちょっとハーブのような感じですね。で甘さがふわっと香ってきます。美味しいです。若干アルコールの刺激ありますけど、まあそんなに気にならないでしょう。で次はアップルワインですね。こちらウイスキーじゃないんですけどもね、かなり余市蒸留所にゆかりがあるようです。じゃあいただきます。なんか煮切りのような感じかな。なんかちょっとリンゴ、まあ確かにリンゴなんですけど、結構シナモン系のスパイシーな香りがします。まあなんか基本的にシロップですね。でリンゴシロップでちょっと苦いかな、苦みがあるかなっていう感じですね。美味しい美味しい美味しい。アルコールに加えてこちらで割り剤をねそれぞれもらうことができるんですね。この割り剤やソフトドリンク等は飲み放題で、お酒だけね最初から渡してもらったやつだけっていうことですね。それはおかわりはできません。氷もねありますのでね。さすがにこちらのアップルワインを割った方が美味しいでしょうということで炭酸水で割りました。こちら飲んでいきます。やはり美味しいです。やはり甘いハイボールが美味しいですね。はい、こちらに有料のおつまみがございまして、つまみが欲しくなったらここから買えるですよ。ちなみにこの美しい景色をね見ながら試飲ができるというわけです。こちらにね歴代のウイスキーの展示がございます。壮観ですね。素晴らしい。こことかにね終売した年代物のジャパニーズウイスキーの展示がありますね。本当に貴重なんです、これ。いやー、いいですね。出会いました。飲むことはできないけどね、これは。さて、まだ食事をしていなかったので、レストランに入りましょう。ギターズキッチンですね。行ってみましょう。少しね、お酒でもいただきながら、お食事をしましょうね。メニューはこんな感じですね。とりあえずお食事をいただきたいかな。こちら飲み物のメニューなんですけど、これ安いですね。余市600円ってだいぶ破格ですよ。2倍で普通ぐらいなんだけどね。すごいすごい。やっぱりハイボールが好きですね。こちら竹鶴ピアモルトのハイボールでございます。これが650円で結構破格ですよ。蜂蜜のような甘い香りが鼻腔の奥に広がって美味しいですね。やっぱ香りからねきますから、ウイスキー美味しいです。
まずはシェパーズパイ。こちらね、牛ひき肉にマッシュポテトが乗っかったものでございます。食べていきましょうね。いただきます。でもうまい。肉汁がすごく出てきて、うまみがすごく美味しいです。はい、こちら自家製コンビーフのサンドイッチですね。いやー、ボリューミーですね。いただきます。すごい美味しい。パンも美味しいし、味付けもお肉も美味しいですね。柔らかく煮込まれてる自家製コンビーフです。ソフトクリームにウイスキー、竹鶴ピアモルトをかけるやつ、思わず頼んじゃいました。かけて、ぽわー、豪快ですね。では、いただきます。美味しいですね。ウイスキーの風味とソフトクリームの美味しさがすごいマッチしてます。そもそもソフトクリームがすっごいうまいですね。うまい。ごちそうさまでした。いやー、レストランのお料理美味しかったですね。その後は買い物をいたしましょう。いいっすね。ウイスキーがいっぱいある。ミニボトルかわいいですね。少しね、限定ものを買いましたので、あとはお宮で晩酌とかで発表しましょうか。でね、これからね、3日ミュージアムで限定もののウイスキーを飲んで今日は帰りましょうか。はい、ではこちらのミュージアムに参りましょう。楽しみですね。おー、いいですね。わあ、素晴らしい。美しいボトルがいっぱいでね、テイスティングを考えるわけですね。こちらグレンウイスキーの工場を模したものでございます。モルトウイスキーは単式蒸留機に入れてやっていたんですけども、グレンウイスキーは連続蒸留機ですね。連続式蒸留機でやっているので、やはり形が違うというわけですね。こんな形になっているんですね。こちらグレンケアンのようなコップなんですけど、異常に大きいです。こんなグラスでテイスティングしたら倒れちゃいますね。こちらニカフロムザバレーという一部で神と呼ばれているウイスキーです。私もこれは本当に美味しいと思います。はい、こちら有料シーンのコーナーです。こちらでね、貴重な原酒を格安で飲むことができます。特におすすめされているのがこちらのシングルカスク余市10年と、あと鶴ですね。こちらが本当に原酒の希少さに比べて安いんですよね。ちょっと噛んだけど気にしないでください。本日のカスク 57% ございます。はい。もしよかったらストレートで召し上がってみてください。はい。というわけでウイスキー2つ試飲いただいたんですけど、これ鶴ですね。鶴本当に幻のウイスキーなんですよね。いやー、これが飲めるなんて奇跡だ。若干ピート
で結構ちょっとベリー系、ラズベリーとかトロピカルフルーツとかそういう香りがしますね。すごいですねこれ。甘い。ちょっとビターめなダークチョコレートとオレンジ、トロピカルフルーツ、結構複雑ですね。美味しい。次は余市の10年。こちらね、樽からそのまま出したらしくて50度以上あるんですね。まあ要するにカスクストレングスということです。ではいただきます。カスクストレングスなので結構香りが強いですね。思ったよりピートは感じないかな。で結構砂糖、柑橘あたりが香ります。濃いですね。結構ビターめなロースト感とか。でもこれ柑橘系は特に強いですね、他に比べて。みかんとかその辺かな。でビターめなチョコレート、これローストしてるようなで砂糖って感じかな。美味しい。いやー、日課ウイスキー蒸留所、本当にいい場所でした。ウイスキーの製造工程やね、ウイスキーの歴史、それがねより深く知れたような気がします。この動画がまたいいと思ったらね、チャンネル登録と高評価で応援していただければと思います。まだね北海道編続きますので、引き続きよろしくお願いします。では。はい、こちら今回の戦利品一覧です。これね、生放送で飲んでいけたらと思います。